子供の頃からなんだか違うな、その消化できない感覚が残って、自分の居場所を自分で作るという方向には進まずに、封印して周りに合わせるという方向に進んでしまって、こじらせた気がします。で、結局そうなると他の方の気持ちだったり状況だったりは理解しようとするのですごく見えるんですけれども、でも自分は表現できない、抑える。つまり、自分の居場所を作るのではなくて、一般的な中に自分を合わせて、そこの一部を自分の居場所にさせてもらいたいみたいな、そういう感じだった気がします。でもやっぱりそうしますと、自分のままではダメなんだ。これは評価されないんだっていうふうに、心を閉ざしてしまって、周りに合わせるようにっていうふうにし始めてしまったんですよね。そうすると、やっぱり自分の心にも本当のところでは嘘をついているというか嘘でないにしても言わないし表現しないので我慢をしているので、すごくそれがある時ね、やっぱり思春期、青年期になったら爆発する形になって、どうして私のやりたいこととか、私自身のこととか、進みたい道、どうして分かってくれないのっていうふうに爆発した時期もありました。でも今考えてみたら、私だけではなく、もちろん両親もそうですし、周りの人はみんな自分の居場所を模索してるんじゃないかなって。だから、これどうって言われても、なんていうのかな、自分のね、ことって頭がいっぱいなわけなので、その時にパッて思ったことを言う、それ以上の、その人以上に、その人の思ってることはわからないので、なんとなく悪気がなくても言ってしまうとか、そういうことが、積み重なって、そうすると、だんだん折れてきて、心が折れそうになって、じゃあ、一般的に評価されることとか、今、旬のことをしてみよう。これだったらいいのかなという、当時は受験戦争であったり、いろんな社会の風潮ね、何かがいいって言ったらもうその髪型にするとか、その洋服とかそのスタイルとか、そういうふうに一生懸命そちらに自分を合わせて、で結局、本当の喜びはないですし、本当の喜びない中なので、評価もされにくかったりしたり、そうするとまた自分を責めたり、もっと外側を研究したりしなきゃいけないんじゃないか、合わせるのが足りないんじゃないかっていうようなことで、本当にいろんなところに行っては合わせようとして疲れ果てて自分で撤退したり自暴自棄になったり多かったです。でもやっぱり居場所ってすごく大事なことだなって思うんですよね。そしてその居場所も誰かに与えられるっていうのではなくて、小さくてもいいから自分で作って育てていくようなことができたら、もっと穏やかで、本当に心の奥底から幸せを感じられる、満たされた感じも感じられるような瞬間が増えるんではないかなと考えています。今の時代を考えますと、
私が子供の頃は、それでもメディアで見る情報って言っても、テレビと新聞と広告、雑誌もそんなになかったので、そのぐらいだったんです。ですから、比較するにしても、情報の伝達も遅いし、比較する対象もあまりなかったので、そういう意味では、変化はもちろんすごく遅かったと思うんですけれども、世間の評価とか、そのことと自分との価値みたいなものをすごく突きつけられたっていうのは、自分からその場に行ったりとか、情報を取りに行ったりしないと、あまり、そこまではなかった気がするんですけれど、今は、例えば、3歳のお子さんであっても、自分がもし3歳だとして、すごい振動みたいなね、こんな子いるのっていうような子がテレビでもてはやされたりとか、どこどこにいるとかいう情報はすぐ入ってきますから、自分がちょっと何か習い事したいなって思ってやってみても、それを楽しむというよりは、そのものすごい特化したそこの能力のある方との比較ですごく、自分はこうなんだみたいに思って、自分らしくのびのび試行錯誤をする自分の中で夢とか、ふんわりしたもしかしたらっていう希望を持つようなことってできにくくなってる気もするんですよね。あとね、大人の私たちであっても同じだと思います。ですから、本当に心の奥底からふんわりした自分のこれが居場所だなっていうものの種を見つけて、それを少しずつ育てたり、楽しみにその成長を見守ったりしていくっていうことができる世の中になれば、もっと楽しいんじゃないかな。今までは居場所というと、もう最初はね、与えられるもの、誰かが作ってくれるものぐらいの勢いだったと思うんですけど、それがだんだん、居場所はね、自分で必死になって作るものだ。開拓していくものだ。というふうに思いつつ、最近思うのは、もっと身にまとうような、居場所って身にまとうような、もっとふんわりしたものなんじゃないかなっていうふうに感じるようになりました。ね、この紆余曲折をたくさんのところでしつつぶつかったり、泣いたり苦しんだり文句言ったり、いろいろですね、やってきた中で、やっぱりできてきたことっていうのもありまして、それはやっぱりみんながね、自分っていう存在を大事にしたい。自分自身でもしたいし、ちょっと誰かしてくれないかな、みたいな。なんかそういう思いを誰もが持ってるっていうのが、なんかこの世の中なんじゃないかなって思うんですよね。だからそういうことが少し俯瞰して見られるようになったっていうことと、あとは、やはり、年齢に関わらず、人だけでなくて、物とか、食べ物とか、動物とか、自然とか、現象とか、そういうものもみんな居場所を表現してるっていうふうに感じられるようになりました。なので、そういうところで心に浮かんだものを主に歌や時々ね、語りですとか絵なんかも描いたりして、こちらのチャンネルで皆様にお伝えしていけたらと思っています。その中で今回のようにその時に感じたいろんなこと、分かったこと、自分で失敗したこともありますし、あと多分こうなんじゃないかなって思ったコツみたいなものとか、
そういうものもお伝えしていけたらと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。